皆さん、こんにちは。7L4WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの高周波回路の実験、トランシーバーやアンテナの製作やアイデアなどについて紹介しています。まず、今回の動画は、前に制作した FM 無電源ラジオに使うヘッドフォンアンプについて紹介します。無電源ラジオ、つまり、鉱石ラジオというと、やはり真空管で作りたいですね。でも、普通だと 200V 程度の高圧回路が必要になりますので、ちょっと怖いところもあります。今回は、安全な 12V 程度の電圧で使える回路で作ってみました。今回のアンプは、低い電圧で作る小型のものを目指しました。そして、デザインは、写真の FM 無電源ラジオにマッチするようなものとします。作る前に考えたのは、低い電圧でまともに真空管が動作するのかという点です。真空管は手持ちのものから選んで低い電圧でも動作しそうなものを検討しました。電圧は 12V を想定して、美徳を上げるために1本で2段増幅できそうなものを選びました。手持ちの中では、12AX7 や 12AU7 などが、ヒーター電圧が 12V で、1本に2つの三極管が入っているので実験してみることにしました。プレート電圧は、高圧は避けたいのですが、少しでもプレート電圧を高くしたかったので、市販の小圧基板を使って、12V から 20V 程度に上げて使ってみることにします。それでも、プレート電圧はかなり低めです。回路は一般的な音声増幅回路を2段にしたものです。先にお話しした小圧基板を使って 12V から 20V 程度に小圧します。FM 無電源ラジオの出力はセラミックイヤホンなどを使うハイインピーダンスとなっているので、真空管アンプの入力にそのまま接続できます。また、出力は通常であればトランスを使って低いインピーダンスに変換をするのですが、小型化のためトランスなしとしました。アンプの出力がハイインピーダンスなので、ヘッドフォンもそれに合ったものにする必要があります。なかなか市販品では見つけられないのですが、ちょうど大阪のデジットでピエゾスピーカーが数個で500円で販売されていたので購入しました。ピエゾ素子というのは、電圧をかけることで微細な動きや振動を発生させるものです。内部にコイルがなく、圧電素子で直接音を出すため、インピーダンスが高くなっています。今回は、この部品を100均のヘッドフォンの中に組み込んでみました。外観は真空管がよく見えて、小型になるようなデザインにしました。FM 無電源ラジオはお菓子の空き缶を使ったものなので、磁石で固定できるようなものを 3D プリンターで製作しました。動画で内部も含めてご覧ください。動画はいかがだったでしょうか。このアンプの電源は DC12V 仕様となっていますが、8V 程度でも動作するようでした。左の写真のように 3.7V の電池2本でポータブル運用も可能なので、いろいろ楽しめそうです。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自分が制作した作品の他に
アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。